どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、T4 解放後の、投資の優先順位について、いろいろとお伝えしていこうかなと思います。前回はね、投資の基礎と、T4 解放前のことについて、いろいろとお伝えしてきたんですけども、まだね、そちら見てないよという方いらっしゃいましたらね、概要欄に貼ってますので、そちらからご覧いただけると嬉しいなと思います。まずは早速やっていきたいんですけども、整理するために、T4 の投資を終わらせた後の、残りの投資項目、洗い出しましょう。そのうち、州長戦と高級装備とファミリークリスタルについては、パスワードコインを使用する投資なので、今回は除外します。で、そうなると、残ってくるのが、防御、該当の発射、上級防御、上級隊員、視聴センター員、装備、ビーナス、該当カジノ、編成、この9項目ですね。で、まず、これらの中で2つ、全くやっても効果がない、というかむしろやっちゃうと戦力上がっちゃうので、移転などで不利になってしまうので、やらない方がいい、そんな投資項目が2つあります。それどれかと言いますと、防御と上級防御です。これって上がるのって、城壁周り、城壁の、耐久周りのところだったり、トラップ周りのところなんですけども、結論から言って、城壁の耐久力なんてものに価値はないんですよ。一応ソロ攻撃受けるときに多少役に立つと言えば立つんですけど、そもそも1億超えたら、ソロ攻撃なんて受ける機会ないので、あるっちゃあるんですけど、あんまないですよね。で、集結の攻撃受けることがメインになってくるかなと思うんですけども、強い人からの集結であれば、壁をマックスに上げたところで、戦闘中の一番最初の攻撃。このゲームの戦闘って、1回の戦闘で互いに何十回も、攻撃し合うんですけども、最初の1回しか、1回の攻撃しか、兵隊守れないんですよ。で、これって、壁の耐久力が1でもあれば、一発では守れるので、いくら体力あろうが1だろうがね、変わんないんですよね。で、次にトラップなんですけど、トラップも価値なんてものは存在しません。ソロの攻撃受けるときに、多少役に立たないこともない程度には役に立つと言ってあげたいんですが、役に立てません。集結の時も一切役に立ちません。時短使わずに作れる分だけ作っておくのはね、いいのかもしれないんですけど、その分の資源ももったいないとすら思える、感じなので。ちょっとね、ここまでボロカス言ってね、少し壁とトラップがね、かわいそうになったので、少しだけ、フォローしておくと、一応サブアカのお遊びで、兵隊一切作らずに、壁、防御と、上空防御だけ、やって、8000万戦力ぐらいで、短期攻撃つって、嫌がらせするっていうね、あんまり楽しくはないんですけど、そういう遊びも一応できます。これ相手にね、ポイント一切与えずに、兵隊削れるんですけど、大して削られないプラス、バレたら攻撃されなくなるので、個人的には全く面白くはないのかなと思ってます。正直、これするくらいだったら、サバーがね、ちゃんと資源赤にして、毎日 100M の弾薬が物資か合金ですね。いずれか生産できるようにして、ダイヤもね、20M くらいは毎日回収できるので、全然そっちの方がね、役に立つのかなと思います。ほんと他の投資が、カンストしたけど、州長のイベントだったり、投資のセクシーキャットでね、やるものがないという時の、最終手段で、でも最終手段でもやりたくないんですけど、はい。最終手段でね、この投資やるのは、いいのかなと思います。はい。ではね、残りの投資なんですけども、上級単位、すみません、該当の発射、上級単位、視聴線単位、装備、ビーナス、該当カジノ編成。この7項目残ってるんですけど、正直言います。この7つは全部大事です。
ただ、この投資項目の進化を発揮するまでに必要な投資の量はかなり違います。投資の大変の順で言えば、もう編成が一番大変で、ここでまず絶対に超えられない壁があって、で、次に市長選隊員。で、次に上級隊員。で、ここにも多分絶対に超えられない壁の、めちゃめちゃ高い壁が立ってて、で、その次に、まあ、街頭カジノ、まあ、ビーナス、まあ、街頭の発射、まあ、装備、まあ、これくらいですね。最後の4つについてはほぼ変わんないです、大変さは。で、T4 解放後の優先度で言えば、まず最初に街頭の発射。次にビーナス。次に装備。その次に上級隊員。でその次に街頭カジノ。その次に編成。もしくは、市長選隊員。この順番でやっていくのがいいのかなと思います。では、各項目についてね、詳しくお伝えしていこうかなと思うんですけども、まず街頭発射ですね。まあ、これその名の通り、街頭の発射関連の投資なんですけども、まあ、これ攻撃できる街頭の発射のレベルが上がるだけではなくて、まあ、ダメージアップだったり、消費ダウンだったりね、まあ、こう獲得できて、まあ、一応英雄装備の追加があって、そのおかげでね、すごい重要だったんですけども、まあ、英雄装備って入手するためには、レベル4以上の街頭の発射をね、たくさん攻撃しなきゃいけなくて。で、なおかつ、まあ、どれだけね、少ないエネルギーで倒せるかっていうのもね、非常に重要になってきたので、この街頭の発射ね、もしT4 解放したけど終わらせないという方いらっしゃったらね、なるべく早くね、やっていただくのがいいんじゃないかなと思います。レベル5のね、街頭の発射とかって、まあ、攻撃報酬とかでもめちゃめちゃ美味しいので、まあ、そんなに、バンバン出るわけじゃないですけど、契約コインのね、S とかもね、たまに全然出るんで、非常にいいのかなと思います。で、次なんですけども、ヴィーナスですね。こちらは、ヴィーナス関連の、その名の通り、ヴィーナス関連の投資になってまして、ここも、なるべくね、T4 開放前に、デート回数1までは進めていきたいところではあるんですけども、まあ、バラのチップとかね、これ、ヴィーナスの好感度上げるのにめちゃめちゃ大事ですし、まあ、タレントのポイントもね、全然足りないので、なかなか全スキル上げるとなるとね、結構大変なので、必要なの上げるのも結構ね、タレントポイントって必要で。で、あと、このクリティカル育成も、タレントポイントをね、効率よく使っていくので非常に大事で。で、このデート回数については、デートするたびに、好感度と、スキル経験、ヴィーナススキルレベルですね。それを上げていくのに必要な経験値と、またアイテム回収できるというところで、このデート、めちゃめちゃ美味しくて、まあ、そんなに確率高いわけじゃないですけど、ジュエルの S とかもね、出ることあって。で、そのジュエルの S って、15,000ぐらいの価値あるんですよ。攻撃ジュエルって。それ、ただでさ、ただでワンチャンもらえるってだけで、めちゃめちゃ価値あるし、ありますし、なおかつ、契約コインとかね、あと加速とか、指定意見とかね、結構出るので、このデート回数を増やしていくっていうのはね、非常にアイテム的にも美味しいのでいいのかなと思います。ただ、このデート回数2をやるために、それより上の項目全部10にしなきゃいけないんですけど、逆にこのデート回数2より下な、スピード略奪と、エネルギー補充のカウントダウン時間減少についてはね、別に、やんなくて正直いいです。これはまあ、他の、編成とか視聴戦単位とか、終わった後にやるならいいと思うんですけど、これ自体はそんなにね、美味しい投資ではないので、まあ、ヴィーナスはとりあえずこのデート回数2まで、頑張っていくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、装備ですね。装備こちらなんですけども、まあ、この投資で、まあ、効果が大きいのって、装備のステータスアップ。これが半端ないです。まあ、これ自体そこまで投資の、かかる時間って重くなくて、やろうと思えば全然ね、できるやつなんですけども、これ、1個上げると10%装備のステータスが上がるんですよ。これでも、たったね、10%か、
って思うかもしれないんですけど、戦闘も略奪も投資も該当の覇者も、全部の装備のステータスが1.1倍になるんですよ。これって結構やばいな、やばいことで。装備とかって、例えば、インベスターとかだと、一応全部 SS まで強化して、だいたい180%ぐらいだと思うんですけど、で、そっからじゃあさっきの1.1倍が乗ってっていうところがあって、で、それプラス、GL つけたりしてると、220%ぐらいまでいくっていうところで。で、さっきのじゃあ元の180%を、じゃあ 18% さっきの装備の投資をやってれば加算できて。他のね、戦闘装備とかもめちゃめちゃ上がるので、この 10% 上がるおかげで、結局攻撃力とか 30% ぐらい上がるので、最終的にはですけども、非常にね、効果の大きい投資なのかなと思います。で、あとは、集結参加バフと、継承製造の SS の、装備を SS グレードにするために必要な投資なんですけども、これをね、やっていくにも、装備の投資進める必要があります。ただ、ここについては、周長戦 S3 以降でないと、解放することができないので、そこはちょっとあれなんですけども、集結参加バフとかって、めちゃめちゃ重要で、集結参加するだけで、その集結のステータスが上がるんですよ。最大で、各ステータスが 100% ですね。上がります。これ半端ないです。今はちょっとね、クルースターがでかすぎるんで、集結主のスペックが同格で、同格の時は集結参加バフで、完全に勝敗がつくわけでもないんですけど、でもそれでも 100% ってめちゃめちゃでかいので、今もう強い組織は、常にね、攻撃 100% バフで集結打ってますし、トップ組織とかになると、攻撃と防御と HP、すべてプラス 100% で打ってます。キング装備 S までであれば、全然無課金の方でもね、コツコツやればいけて、逆に今、キング装備 S 以上の方は、ゴッドファーザー S で、攻撃バフが 20%。で、ゴッドファーザー、フレース S まで上げると、HP と防御がね、さらに 30%、20%上がりますので、コツコツね、頑張っていくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、該当カジノですね。すみません、これ B ナスですね。ここなんですけども、まず、該当カジノ回復と、カジノ休校。ここについては、もう T4 解放前やっておくのがありそうです。逆に今、T4 解放したけどやってない方いらっしゃったら、もう最優先でやってください。この二つはめちゃめちゃ大事なので、ほんと実行ポイントって、強くなればなるほど重要になってきて、絶対に軽視しちゃいけないんですよ。周長戦中に実行ポイント使うと、周長スキル経験値が獲得できるのはもちろんなんですけども、アイテム自体もね、そもそもかなり美味しくて、VIP ポイントだったり、ゴールドだったり、あとジュエルもね、これもたまに、攻撃の青ジュエルとかね、一回 SGL 出たことあるんだ。ごめんなさい、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、SGL とかもね、落ちたりしますし、時短もね、結構手に入るので、回復速度上げて、バンバンね、実行ポイント消化していくっていうのは非常にいいのかなと思います。で、これ実行ポイントの回復速度を、投資と、集長スキルで上げていって、集長スキルの、実行ポイント獲得のスキル。それ使用すると、毎日だいたい30ポイントぐらい、貯まるんですけど、で、これ全部消化すると、だいたいアイテムと、集長スキル経験値合わせて、だいたい1000円分ぐらいの価値があるんですよ。獲得できるアイテムのって。で、これ毎日1000円降ってくるって考えたら、めちゃめちゃでかくないですか？で、そのために、じゃあ実行ポイント回復速度ね、上げていくのって、必須で、で、それに加えて、毎日ね、大量のポイント、消化していくのって、なんやかんや大変なんですよ。で、そんなあなたに、出撃スピードです。これあるだけで、だいぶ快適になります。もう同時にバンバンカジノ攻撃できて、15ポイント消化するってなっても、全然数分あれば終わるんで。で、そもそも該当カジノの投資って、一応軽いんですけど、全体ね、重い投資では全然ないんですけど、この二つやるんだったら、この二つやるだけだったら、もう別に他の投資のね、阻害に何にもならないので、
本当何よりね、優先してやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。一応ね、それ以降の項目についても、どれだけ快適に、高レベルを借れるようにするかの項目で、これ、もちろん上げなくてもいいんですけど、個人的にはそんな重くないんで、上げていくのがいいんじゃないかなと思ってます。リーダーなしで高レベルの該当カジノを狩るときに、結構役立ちますし、あとはこの、急行2でね、さらに 100%、出撃スピードを上げていくことができます。集長で出てくるレベル35とかね、の、該当カジノ狩るとなると、結構リーダーいないときつくて。ただこれちゃんと上げてたり、元々のね、セラスとかもあるんですけど、そうやってやっていけばレベル35でもリーダーなしで全然狩れるので、非常にいいのかなと思います。で、次に、上級単位なんですけども、こちらは何と言っても、出撃上限アップ、それとコストダウン、この2つが魅力です。マップ上で動かせるチーム数が増えれば、その分略奪もできますし、あとは栄養バトルでもね、めちゃめちゃ有利になるので、何もかも便利になるというところで、非常にいいのかなと思います。この出撃上限1については、なんか T4 開放前に上げてる人もね、ある程度いるのかなと思ってまして、個人的にはT4 の後でいいと思ってるんですけど、先に上げるのも別にね、悪くは全然ないかなと思います。で、ただ、この上級単位については、それだけじゃなくて、このコストダウンが本当にでかいんですよ。このコストダウンって治療費も減らせるので。コストダウン 30% がない状態で T4 作るのって本当にもったいなくて。これをこの上級単位の投資を終わらせてから、T4 を増やしていく。これがね、多分このゲームの鉄則なのかなと思います。T4 ってまともに運用できるようになるのが、この投資終わってからとも言われているので、本当の意味ではね、T4 開放にもなるのかなと思います。あとは、デフォルトチームとかね、これもめちゃめちゃ大事で、毎回、出撃するときに兵士選択とかしてらんないんで、事前にチームセットしておいて、すぐに選択できるのでね、結構便利だったりします。まず装備のね、この高速観測とかも結構便利で、あとスキルメモリとかもね、結構便利で。あと速度も、進軍速度もね、上がったりするので、結構ね、上級単位は、必要ない項目がなくて、もう全部でやる価値がある項目なのでね、非常にいいのかなと思います。で、あとは、VIP 上限をこちら20にするための投資も、この欄です。こちらは、確か州庁戦の S3 ですね。S3 で、開放できるようになる投資なんですけども、一応これまでの項目、あれですね、出撃上限2はいいんだっけな。ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、確かコストダウン4個、デビルタイガーと、ターミネーターと、ヘビーライダーとヘルファイヤー。これ10にするのに、それまでの投資全部マックスにしなきゃいけなくて。で、これを全部10にすると、VIP 上限開放のね、投資もできるのかなと思います。一応これまでの投資より全然大変なんですけど、これリターンがちゃんとあるので、頑張っていくのがね、いいんじゃないかなと思います。で、次に、編成と一生戦単位。この2つについてなんですけども、これ、人によって、どっちからやるか全然違うので、最初にちょっと概要の方をご説明しようかなと思います。で、まず編成なんですけど、こちらは、とにかく戦争に特化です。非パスワードコインの投資の中では、一番大変なんですけど、この最後にある相性バフ。これやってるとやってないとで、実質攻撃150%とかのステータス差になるので、集結主は必ず観察させていく必要があるもの、観察させていく必要があるのかなと思います。で、もう一つの視聴戦単位なんですけども、こちらは、出撃上限だったり、このゲームをしていく上で、地味にありがたいね、ステータスを上げつつ、最後に弱体バフを獲得できるというところで。こんな感じですね。集結する人は、真っ先に編成を上げるべきですし、集結主をあまりする機会がないという方は、最初に、視聴戦単位のね、で、出撃上限を上げてから編成を終わらすのでね、いいのかなと思います。
で、編成について、少し詳しくお話ししようかなと思うんですけども、編成では、その名の通り、編成も、このスクエアとかですね、編成を解放できるだけではなくて、フィーバーバフだったり、最初、さっき言ったんですけど、このゲームでぶっ壊れてる、相性バフをね、上げていくことができます。一応この編成自体は、T4 解放前に解放してる人がほとんどだと思うんですけど、ここって、個人的には、別にそんな焦んなくていいかなと思ってて、別に T4 解放前って別に戦争しないんですよ。別に戦争してもいいんですけど、するんだったら、そのサーバー初期とかで、なおかつ、それなりに課金してる人が、するんですけど、逆にでもこういうゲームって、最初は絶対育成しなきゃいけないんで、別に全然軽いんでね。軽いんでやってもいいんですけど、最初って別にこれ解放したところで、全然、価値がないので、1本目の T4 解放前の動画ね、お伝えしなかったんですけども、T4 解放した後だったらね、全然戦うので、解放して、全然解放していっていいのかなと思います。あれですね、一応この、シュータースクエアと、アサルトはね、アサルト別にレベル5、確か、フィーバー攻撃のレベル5ぐらいかな。で、解放できたんで、全然重くはないんで、解放しておいてもいいかなとは思うんですけど、別にこれ単種ラリー打ったり、ちゃんと編成のこと分かってるんだったら、分かってる方だったら、このアサルト編成ってもちろんね、ちゃんと活躍できるんですけど、このアサルトって、逆に、結構上級者向けのもので、変にアサルト使っちゃうと、普通のスクエアの方が全然火力出たりするんで、めちゃめちゃ優先してこのアサルトを解放しちゃうと、逆に、このアサルトってついてるんで、若干強そうに思えるじゃないですか。なので、すぐじゃ解放したから使ってみようっていう風にはなっちゃうこともあるんで、個人的にはね、そんなに、優先度はね、高くないというところで今回、編成のところでまとめてご紹介している次第です。で、これらの、最後にやるのがこの相性バフで、このゲームって、基本的に、有利陛下からのダメージがメインなんですよ。なので、元々の攻撃が、攻撃バフがじゃあ 1000% ぐらいの、人が、この相性バフを進めて、じゃあ 20% バフ上がりましたってなったら、この攻撃力のバフって、1000% から、だいたい1150とかになるんで、それぐらい、強化されます。もちろんね、これ厳密に計算とか全然違うんですけど、だいたい体感はそれぐらいになります。で、当然もっと攻撃バフが上がれば上がるほど、この相性バフの効果は大きくなります。ここについてはね、今度いろいろ話そうかなと思ってるんですけども、その、平成周りの話ですね。なんですけども、この相性バフって、ほんとやってる人とやってない人で、笑えないレベルの差がついてるとして、やりたいところではあるんですけど、えぐいほど大変なんですよ。これの前にある、このフィーバー攻撃とか、これもめちゃめちゃ重くて、大変なんですけど、もうさらにこれは重くて。元々のちょっと日数がえぐいんで、確か450%ぐらいかな。僕それぐらいで前やった記憶あるんですけど、それぐらいの投資バフで、ヘルプ30回もらっても、レベル8から9一つに上げるのに250日ぐらいかかって、レベル10一つ上げるのに、9から10にするのに500日くらいかかって、それ3セットなんですよ。もちろん、それまでのフィーバーバフとかでも、平気で数百日持ってかれますし、全然レベル8まででも、かなり大変なので、本当に大変なところではあるんですけども、ただこれ本当、やる価値は十二分にあるので、コツコツ頑張っていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、視聴戦単位について、ここにすいません、ここについてなんですけども、視聴戦単位の投資については、ある種、2パートに分かれています。それは、まず出撃上限解放までと、弱体バフ。出撃上限を解放してから、弱体バフ進めることになるんですけども、わかりやすくね、ここで一回区切ろうかなと思ってます。で、出撃上限解放なんですけど、これやる前に、上級単位終わらせると思いますので、
8チームです。8チーム目ですね。まあ、VIP20 でも上がるんですけど、まあ、多分 VIP20 より先に視聴戦単位だと思うので、まあ、出撃チーム上がるといいよねっていう話をね、まあ、2回目するのはさすがにちょっとあれなので、まあ、今回割愛するんですけども、まあ、出撃上限上げるために、これいろんな投資、まあ、することになるんですけど、まあ、略奪バフ上がったり、あとはまあトレーディングバフ上がったり、あとは輸送のね、効率結構上がるのも個人的にいいのかなと思ってます。この輸送量アップ、地味にでかくて。で、あとは、まあこれあんまり効果ないんですけど、修行性ビルの争奪のね、まあ攻撃力と HP と防御。で、これを終わらせると、出撃上限解放できるというところで。まあ正直、編成がちょっと大変すぎるので、まあ、集結主の方以外は、とりあえず出撃上限を8まで上げて、編成に挑んでいくのがね、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、その際にもあれですね、さっき言った、まあ、それぐらいのところには、まあ、全然アサルトとかもね、使ってていいかなと思うんで、このフィーバー攻撃2より上の項目ですね。それを上げていくのがね、いいんじゃないかなと思います。で、弱体バフについてなんですけど、弱体バフというのは、相手のバフを直接下げるバフのことです。視聴戦単位だと、最大で20%、ダウンのバフ持ってますので、例えば相手の攻撃力のバフが、じゃ 1000% だったら、相手は980%の、攻撃力のバフになります。確かに強いです。強いんですけど、これめちゃめちゃ大変なんですよ。この実力アップの量では、ある程度させていただけるかなと思うんですけど、もうかなり大変で、ただ、編成の相性バフよりもね、よりは楽なんですけど、でもそれより全然効果は少なくて。で、さっき、まあ、攻撃実質150%ぐらいの価値あるよって話したかなと思うんですけど、こっちはそのまま20%なので、まあ、そう考えると、まあ、僕もね、編成が大変すぎて、弱体バフにね、逃げたくなる気持ちめちゃめちゃわかるんですけど、まあ、相性バフと比べたら、ね、さっき言った通り、全然効果薄くて、どっちにしろ大変なので、まあ、かかる時間って、まあ、相性バフの、まあ、4分の3くらいで、まあ、あれですね。一応このフィーバー攻撃とか含めると、まあ、2分の1くらいなんですけど、まあ、2分の1じゃないかな。まあ、それぐらいなんですけど、まあ、あくまでこの相性バフを終わらせた後の、最後の関門が弱体バフです。この順序結構間違えてる人多いので、先に弱体バフやっちゃうと、あれ思ったより強くなんないなっていうことに結構なっちゃうと思うので、全然相手弱体バフ持ってないけど、ちゃんと相性バフ持ってたら、全然負けちゃうので、ここ本当に先に編成をやっていくというのが本当に大事なのかなと思います。はい。ということで今回は、T4 解放後の、投資の優先順位について、いろいろとお伝えしてきたんですけども、ほんとこれ全部終わらせるのってめちゃめちゃ大変で、ちゃんとね、効果が大きいものから順番にやっていくことで、まあ、効率的に強くなれるかなと思いますので、この動画が参考になれば嬉しいなと思います。次回はパスワードコインを使用する投資項目について、いろいろとお伝えしていこうかなと思いますので、そちらもご覧いただけると、嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。